おはようございます。おばさんバックパッカーのあいろ70です。昨日自宅に帰ってきたのが夕方の6時で、それからシャワーを浴びてすぐ寝ました。今日の朝6時ぐらいに目が覚めて、一応次女のお弁当も作れたんで、アンパッキングをこれからしながら反省点とか、こうした方が良かったなとか思うこととかもあるので、それをお伝えできたらいいかなと思ってます。この旅で一番変わったことは、その持ち方のスタイルを変えたっていうのが大きかったです。前に下げたままこのリュックを背負うスタイルに変えました。全てこちらに大事なものを入れてたので、飛行機に乗る時とかでも前に下げたままこのリュックを上に上げるだけで済んだので、これからもこのやり方でやろうと思ってます。このちっちゃいところには化粧ポーチ、レシートとかもらったら全てここに入れてたのでちょっと溜まってます。でストラップで、ここにはこれ一旦洗濯しようと思います。お買い物カバン、メインのポケット、水、財布、お札は全部使って15ペソ。ベリーと、これが大事な取ったやつです。生で入れてます。クレジットカードでパスポート。空っぽになったので外に干そうと思います。でこのカバン、いつも役立ってくれるこのストール洗濯します。でも一回洗濯しようか。アームウォーマー三つ折りの財布です。イギリスのポンド5ポンドあるし、今度イギリスいつ行くかな。ちょっと行きたい博物館があるんで、イギリスまた行きたいなと思います。でサンダルで、今回、一度も出番がなかった鍵ですね。メインに行く前に逆に行きましょうか。歯磨き、歯ブラシとチューブ、これ多分1ヶ月で1本半使うっていう感じですね。レジャーシートで干そうか。これも一応干しときます。でここはなくなる。傘や。傘ほんまに今回1回も使わなかった。リメイクしたけど良かったと思います。爪ヤスリ2回か3回ぐらいこすってました。なんかいっぱいあるで、ここなんかいっぱいあるで。紙類やな。これ使ってません。虫除けシート。そんなねいなかった、虫って。今回めちゃくちゃ良かったのは、もう体調崩さなかったこと。お腹も壊してない。男の子の買いたいかな。8歳やけどめっちゃ上手なんてとくけど電気類ポーチ、このままでいつも持ってるんで、各国の交通カードで、これがナビゲートっていうのがポルトガル2枚買ってしまったマドリッドの交通カード。服類がもう洗濯します、このまま。でもデニムは別。これは別で洗わないと落ちる。このコーデュロイのズボンが今回必要やったかどうかっていうのがちょっとハテナで、コーデュロイっていう生地がもう夏は使わへん生地やし、季節選ぶ生地は持っていったらあかんなとちょっと今回思いました。これもだからちょっと生地季節選ぶから寒いか暑いかようわからんとこっていうのはちょっとあんまりよろしくないかなと。旅にはやっぱ木綿の方がいいかなっていう。洗濯3回しました。マラガの宿で5ユーロ。2回目がマドリッドのお宅で、3回目がメキシコシティか。洗濯して感じたことは、洗濯して部屋の中に干しといたら次の日にはもう乾いてる。もういかに日本が、よく言えば潤ってるし、悪く言えば湿度高いっていうか。ほんで白は捨ててきました。デニムの色映ってて、海外で着れてももう日本では着れないと判断したんで、メキシコシティで捨てました。これもまた干しとこうと思います。ウィンドブレーカーっていうのかなはすごいいいのは首がこう立ち上がるんで、来た時にマフラーとかマカンでも防寒できるっていうのと、体にぴったりフィットするんで、背負ったりした時にこうもたつかない。10年ぐらい経つような、もっとかな。なんかちょっと異国の匂いがする日本のお菓子入れてたやつ全部巻いてきました。ロンダで買ったルイボスティー、一応2027年
まで行けるみたいなんで、一回ちょっと空拭きしようかなと思います。でこれあと残ってんのが水物系なんですけど、最初8キロ超えになっててなんかシュンとしてたんですけど、自分に言いたいことはだんだん軽くなっていくから大丈夫って声かけれるとしたらしてあげたらよかったなと思ってます。水物がすっごい軽くなって、当たり前の話なんですけど、これも皿で持って行ってたけど半分以上使ってますね。威力あったん、ちょっと私多分焼けたと自分で思ってるんやけど、やっぱり紫外線って日本より海外は強いのかな。乾燥した空気っていうのが余計に紫外線の威力を増すような気がしますね。ヘアオイルこんな持っていかんでよかった。コンディショナーを捨ててます。途中でコンディショナー絶対必要って思ってるんじゃなくって、あったらラッキーぐらいに思ってて、でなかったら別にヘアオイルを塗ればいいんで、軽くなったしこれからもそれでいこうと思ってます。使ってませんスキンガードで。コンタクトですね、これパンパンにあったんやけど、でもコンタクトの液ってこの入れ物が一番ちっちゃいと思う。 60ml。 メイク落としグアナファトでメイクしてもうた時も一発で落ちましたこれはね、化粧水最初これ1本とこっちに満タン持って行ってたんやけど、アンパッキングこんな感じで終わって、次旅に出る時にすぐ出やすいように用意してます。でそれは何かというと、このジップロックの台とジップロックの小、新しいやつです。今回予備で使ったを今度の水物に使うんで、こういう感じで入れて、この喉すっきりタブレットと薬、日付あんのかな、風邪ひいたら嫌やなセットですね。これを一緒に入れときます。あとこれも入れとこうかな、ホルダーの紐。これを次の旅セットとして用意していきます。決算を出したのでそれを報告しようと思います。予算を250万と決めて旅を開始したんですけれども、まず航空券が100飛び84,103円っていう風に出ました。内訳を言うと、スターアライアンスの世界一周航空券55万7,000円、それ以外の自分で追加で買った4期に分けてるし、帰ってまた行く分の航空券が3回と移動する際に追加で買ってます。でそれが52万7,103円。内訳は日本に帰ってまた行くっていう航空券32万2,900円かかってます。割とやっぱり大きいですよね。一気に回るんやったらその金額がいらないので、あとは8回現地で移動するのに飛行機に乗っています。その中で一番大きかったのはマドリッドからメキシコに飛ぶエアロメヒコが84,887円やったし、やっぱ高かったですね。で次が、宿泊費です。全部でね62泊してます。でこれは日本での全泊をちょっと含めてないんです。それの合計が、66万1,009円。1泊で割ると、1万661円。割と、優秀じゃないかなと自分でも思ってます。どうやって手配したかなんですけど、もうそれほんまにバラバラで、エアビーもあればアゴダも使ってるし、エクスペディアも使ってますね。直接そのホテルのサイトへ飛んで手配したこともあります。その他と私は呼んでたんですけど、ビザ代とかツアー代とか、入館料と観光に携わるものっていうのが39万2,375円。だいぶちょっとケチってたなとは自分では思うんですけど、私の場合はお土産そんなに買わないんで抑えられたかなと思ってます。インド、ジェッタ、エジプトでツアーを利用したんですけど、エジプトのはちょっと一気に行き過ぎたかなって感じ。あんなにピラミッド行かなくってもいいかなと、欲張りすぎたなと思ってます。次が、飛行機以外の交通費です。
バス乗ったり電車乗ったりした分、あとタクシーもここに入れてます。11万5855円から何と比べていいかわからないので、数字だけご報告します。次が食事ですね。食費が18万8963円。日数で割ると、3050円。中には朝食が宿泊に含まれてる時とかもありました。だいたい2食で済ませて、あとスーパーとか利用したりしたので、これぐらいの食費で済んだのかなと思ってます。以上です。トータルで244万2305円。かなりいい線いったと自分で思ってます。次は5つ項目を作って印象に残ったもんをそれぞれ3つあげようと思うんです。すごいと思った構造物3つ。インドのタージマハール、イスタンブールのアヤソフィア、バチカン市国のサンピエトロ寺院。まずタージマハールはほんまに綺麗やし、その造形自身もすごい綺麗やし、大理石を削って表している彫刻もほんまに綺麗ですね。次、アヤソフィアは大きさにびっくりしました。こんな大きいものがそんな昔に作れるんやろかっていう、もう迫力がすごいですね。アヤソフィア、キリスト教の名残がちょっと残っている部分とかを見るのも楽しかったです。最後、サンピエトロ寺院もキリスト教いったら世界で一番信仰されている宗教なので、総本山っていう凄さ、こんなことになるんやみたいな豪華な作りです。個人的に好きな場所を3つ、アムステルダム郊外、エディンバラ、セテニル、岩の中のお家ですね。アムステルダムは本当に滞在したお家がほんまに心地よくって、こんなとこで一生過ごせたら幸せやろうなって思いました。坂とかなくって自転車でどこでも行けるような感じ、理想郷じゃないけどもういい場所やなと思いました。でエディンバラはもうほんまに景色が素晴らしいです。ビデオの中でも言ってましたけど、こんな景色を見ながら毎日過ごせるって本当に幸せやなって思いました。最後が、セテニルは、これはずっと昔から興味のあった場所やし、行けた感激ですね。で次、美味しい食べ物飲み物3つ。イスタンブールの紅茶、エディンバラのブルーベリーマフィン、モロッコ料理の飲み物食べ物お菓子すべて。イスタンブールの紅茶はほんまに美味しいですね。特別なやっぱ抽出方法なのかお水なのか葉っぱなのかわからないんですけど、これは本当に美味しい。エディンバラで多分2回ブルーベリーマフィン食べてるんですけど、違う味も食べたかったし、空港のスーパーで買ったシナモンバン美味しかったです。最後もモロッコ料理は私の中では一番ですね。野菜の旨味をうまく出したお料理方法というか、シンプルな調味料で作ったお料理とアボカドジュースとかザクロジュースすっごい美味しかったし、あとお菓子も丁寧な多分作り方をされてるのかもうすごい美味しいです。モロッコ料理大好きですまた行こうと思うところ3つ。フィレンツェ、ロンドン、メキシコシティ。フィレンツェは美術館がもうちょっとちゃんと見たかったですね。すごい急いで見たので、やっぱり開館と同時に行って建物自体も楽しみたいです。木で作られててすごい雰囲気のある建物やし、次ロンドンもフロイト博物館行けずに心残りになってて、メキシコシティはこれ以前の動画でも何度か言ってると思うんですけど、フリーダ・カーロ美術館とか、ソチミルコティオティワ館。最後です。3つシリーズ。強烈な印象を受けたことを3つ。ニューデリーの人たち、メディナ巡礼の男性の衣装、サンピエトロ寺院のミサ。すごいみんな人懐っこい雰囲気で声をかけてきはるんやけど、中には嘘っていうか騙しっていうか楽しんでる人が私はもういるような気がして、もう独特な雰囲気ですね。メディナ巡礼の
布を2枚使った男性の衣装はほんまにびっくりしましたね。最初に見たムンバイの空港で自分の想像を超えてた強烈な印象が残ってます。サンピエトロ寺院のミサ、演出がすごかった。教皇が登場される時にこうきっと焚いてるんでしょうね。その煙と五光が差してるっていう演出がほんますごかった。これが私の簡単な印象で、この世界一周の旅に点数をつけるなら90点、100点に満たない10点については、サウジアラビアメディナに行った時に現地の女性の方が身につけるアバヤ身につけた方が良かったかなっていう改善点ですね。なぜかというと、アバヤをつけることによって預言者のモスクをもうちょっと中まで入れたかなとも思うし、現地の女性の方が普段長い衣装を着て生活してる不便さっていうか、実際不便じゃないのかもしれへんし、その辺を経験できたと思うから、予算よりもちょっと浮いたお金が5万ぐらいありましたが、アバヤを買うお金に使えてたら100点満点だったのじゃないかなって思います。次がいただいた質問に7個ちょっと答えれると思うので続いていきます。機内の過ごし方はどんな感じですかって動画編集することが多いです。あまり眠れる方じゃないんですけど、睡眠はもう気にしないようにしています。なぜかというと、飛行機で眠れなかったら次のホテルでぐっすり眠れるだろうし、深く考えないようにしています。時差ボケにはなるんですけど、体調不良とまではいかないです。ちょっと生活時間の感覚がずれるぐらいで、体調が崩れる時は喉から来るので、喉に異変を感じたら、喉飴食べる、寝るときはマスクをする。長時間フライトで大抵座席が窓側ですが、トイレ問題どうされてます？通路側の方がトイレに立たはるときに私も合わせてトイレに行きます。トイレに行かれないなら、スキューズミー言ってちょっと通してくださいと言います。もし私が通路側やった時に通してくださいって言っても、私は嫌な気持ちにならない。だから私の横に座る通路側の人も同じだろうと思って行動に移します。実際嫌な顔されたことがないです。いろいろエアラインを利用されたと思いますが、サービスなどを含め印象が良かったところはありますか？スタッフが気さくでサービスともにバランスが取れているのはシンガポールエアラインやと思います。二度と行きたくない国、場所はありますか？ないです機会があればどこでも裁縫できたら本当にいいなと思います。観光や食事はいいけど、ここのトイレだけは無理という国、地域はありますか？もうないですなぜかというと、トイレの利用時間っていうのはそんなに長いものではないし、一瞬で終わるから、一瞬我慢することと良い食事、良い観光を天秤にかけたら、トイレを一瞬我慢して良い観光と食事を楽しもうと思います。選ばれる観光ポイントが素敵ですが、ありがとうございます普段どんなアンテナを立てて情報を得られているのか、また選択ポイントを伺いたいです。テレビを見ないので、情報を得るのは X とか音声プラットフォームのアプリで、好きなパーソナリティさんのお話からヒントを得たり、読書、現地で出会った人から教えてもらう、現地で出会った人や、ステイ先のオーナーさんから教えてもらったりして、観光地とか教えてもらってもショッピングがいいよとか言われてもあんまり興味がなくって、歴史やアートが関係している場所、博物館、美術館、歴史的な建物、回り方も単に行って戻ってくるんじゃなくって、行きと帰りは違う方法を使う。ロンドンで行きましたけど、地下鉄で行ったら帰りはボートで戻るとか、くるっと回れるようにしてで戻ってくるようなルートを考えたりします。最後なんですけど、予定を決めるのは大変だったのではないですか？どのように決めましたか？予定を考える時が一番楽しいです。でね、スターアライアンスのチケットってもう行けるとこ大体限られるんです。その飛行機が就航している場所しか行けないのか、ここで一旦絞られますし、宿泊もベースにしてるのは2泊ずつ、回ることでしょうかね。まずだから、スターアライアンスの就航している
場所っていうのに絞られますし、自分のアンテナに引っかかったものを選ぶ。最後その引っかかったものに行くには最低2泊してたどり着こうと思ったらいけるのかいけないのかっていうとこで、かなり振り落とされると思うんです。スターアライアンスの方シミュレーションができるので考えやすいと思います。日付の変更はもう無料でできるので気軽に工程が何度も組めると思います。そしたら最後にこれから世界一周の旅を考えている方に言えることがあれば、前回の動画でも最後に言ってたんですけど、一気に来るって地球を回ることにとても大きな意味がある。記憶に残りやすいと思うので、年を重ねていく中で未来のことを考えるのも大切なんですけど、同時に過去の思い出も大きな支えになってくるはずやと思います。だから未来のより豊かな人生につながると信じて、ぜひ実行してくださいっていうのが私の最後のメッセージです。では次の動画でお会いしましょう。